いやでもこの1、2貫食べた瞬間に、このお寿司屋さんは間違いないって今思いました。うちはもうオープンして5年なんですけど、もう1貫目に必ずカツ丼なんですよ。でやっぱりこう鱗とか骨とかもうやっぱりすごい神経使うんで、かけた瞬間にふわっとこうなる瞬間があるんですよ。一瞬皮が盛り上がった瞬間にこう氷水入れてあげる。めんどくさいとか思ったりしないですか？いや思いますけどこんなになんか寿司屋さんらしいネタってないと思うんですよね。別に高価な魚でもないし、どっちかっていうと雑魚というか、これがなんかこうよく言う名刺代わりじゃないですけど、もう5年ぐらいこれでずっとやってるので、うちはこれなんだっていう感じでやってます。シンプルだけどすごい質のいい魚使ってるなとか、抜かりがないなみたいな、さりげなさはこうなんか重きを置いている。それが粋というか、はい、逃げが効かないというか、はい、直球勝負なので、もう仕込みの時点で頭では握ってるというか、これぐらいの厚みとかこれぐらいの大きさとかを頭の中では握ってるみたいな。奥沢駅または自由が丘駅から徒歩圏内の路地裏に店を構える知る人ぞ知る隠れた名店。つまみ5品、握り11貫を含むおまかせは、良い魚に良い手当てを施した真っ当な江戸前スタイルを貫いています。自分の寿司を通じてお客様の生活に光を与えられるような店でありたいという思いから店名を寿司光と名付けたとのこと。ゆったりと落ち着いた空間の中で気をてらわないシンプルで味わい深い寿司を堪能できる寿司好きにはたまらない注目店です。名前が小倉健二ですね。はい、年は40歳で、出身は千葉県です。入り口は高校生の頃に始めた回転寿司のアルバイトだったんですけど、ちょっと東京で働いてみたいなっていう気持ちにどんどんなってきて、何店舗かこう働かせてもらって、最終的には、長くいた店があったんですけど、分かりやすく言うと、もういろいろ自分で決めてやりたかった。責任感はありますけど、もう自分のこう求めている理想としている寿司屋さんをやると考えたら、これはもう自分でやる、独立したいなと思って。そんな寿司光さんを漢字一文字で表現すると何になりますか？屋号にもある通り光ですね。その心は、食べていただいて召し上がっていただいて光が差すような、元気になってもらうみたいな、息子の名前を一文字取って、光っていう字をちょっと息子たちにつけて屋号にしようと思いました。主記号結構特徴的ですね。おしゃれなんか自由が丘っぽい意識ですねモダンな感じ。じゃあ改めて今日よろしくお願いします。いただきます。ありがとうございます。毛ガニでございますね。ほんとシンプルですね。びっくりするぐらいシンプルだと思います。すごい足の身が立派ですね。そうですね。なんか味が濃い。そうですね。うまっ。結構ガツンとパワフルに。蒸し上がるんです。水とお酒だけで5時間から6時間ぐらい蒸してますね。すごいナチュラルな感じですね。これ黒アワビですか？そうです。これ日本酒案件ですね。完全にこのやっぱカットって舌と一体化するというか、そうですね。食べやすいよ、サイズ感っていうか、が美味しいかなと思います。勝浦だったと思うんですけど、千葉勝浦。
腹側ですね。まあ油はそんなにないですけど、はい、赤身の美味しいカツオっていう感じですね。でこれはネギとネギ、はい、長ネギと、まあ、青ネギを合わせています。すごい。これお醤油？醤油です。はい。うわがっつりうまっ。シンプルイズザベスト。はい、なんかザ赤身。そうですね。うまっ。薬味生姜醤油との相性が最高すぎる。いいもの切ってそうですね、ちょっとこれと合わせたら美味しいんじゃないかっていう、はい、まあ、そのなんか潔さが、はい、なんか巡り巡って最高って感じ。ほんとシンプルで、お客さんに言われます。大将の方が本当直球勝負だね。うんうん。これ千金の秋ラベル。あ、そうですね。はい。トンボ。トンボです。赤松、まあ、のどぐろですね。ほんと出し方がシンプルでいいですね。うん、高級なんですけど素朴というか、いや足しすぎなくていいんでしょうね。仕入れと仕込みが、はい、はい、僕はそう思ってます。おつまみのポーションがはい、ちょうどいいです。ほんでやっぱちょっとずつこう、ほんとまさにおつまみって感じ。はい、まあやっぱり握りがメインなので、あんまりお腹が張らない程度の大きさ量で。立派ですね。そうですね、大きいですね。おたがたくさん入ってるときっと甘みが強いと思います。手前に添えてるのは七味です。身が厚いですね。うまっ。ずっと噛んでたい。綿じゃないところと、はい、綿の部分の食感のコントラストがあって、はい、綿じゃない方はコリッコリッとかジャクジャクって感じで、綿はこの熟トロ。はい、炙ったホッキと七味が合いますね。まあもう王道ですね。うまっ。またガリも食感がいいですね。塩酸っぱ辛いみたいな感じっていうか、はい、お寿司屋さんの仕事で、はい、ネタとして一番手間がかかるネタって何ですか？カツオかな。うちはもうオープンして5年なんですけど、もう1貫目に必ずカツオなんですよ。でやっぱりこう鱗とか骨とか、もうやっぱりすごい神経使うんで、なんか寿司屋さんらしいなと思いますね、仕込みの中では。常磐ですね、茨城。茨城。はい。振る量はあんまり変わらないです。時間ですね。これでまあうちは25分ぐらいは使用しますね。カツオはもうほんと3分ぐらいでやっちゃいます。これカツオ用です。はい。でもカツオの方が個体が小肌に比べて大きいじゃないですか。はい。白身はやっぱこう入っていきますね。長すぎると今度しょっぱくなっちゃって。まあやっぱりお店の色が出ますよね。こういう小物類は。真水で洗い流す。あ、そうですね。ちょっと水気を落として、はい、水気を落として骨を抜いて湯引きですね。皮目を。手間かかりますね。これでもかけた瞬間にふわっとこうなる瞬間があるんですよ。一瞬皮が盛り上がった瞬間にこう氷水入れてあげる。次はこう最後に残った鱗、これをこう最後チェックして、でまたざるにあげて、で今度形にして水気を取ってやっと完成。めんどくさいとか思ったりしないですか？いや、思いますけどこんなになんか寿司屋さんらしいネタってないと思うんですよね。別に高価な魚でもないし、どっちかっていうと雑魚というか、これがなんかこうよく言う名刺代わりじゃないですけど、もう5年ぐらいこれでずっとやってるので、うちはこれなんだっていう感じでやってます。飛ばしたお酒に戻してますね。かなりこんなに昆布が、はい、ウェッティなのあんまり見たことがない。30分後ぐらいだったらもう十分美味しく食べれるかもしれないです。でうちの昆布締めはそんなにガチガチにしないので、少し昆布の香りがついてるぐらいの味付けなので。美しい。寿司ひかりさんのフォルム大好きっす。この1貫目からフォルムに惚れました。はい、
見た目は、はい、大事にしてます。これさっき今日、はい、さっきおろして。うわ、はい、贅沢。はい。もうでも持った瞬間ちょっとプリプリしてる。はい、水分量がまだある。うまい。ありがとうございます。プリッと感と、はい、もちっと感と、はいはい、トロトロ感と、はいはい、なんかいろんな食感が広がってきて、はい、昆布締めっておっしゃってたんで、はい、もっと塩味とか、はい、もっと脱水感のあるお店さんとかもあるじゃないですか。それそれで美味しいし、でもやっぱこの水分量、潤ってる感じがすごいしたっていうか、そうですね、はい、僕のその理想は今この状態です。これはその修行時代の先輩に教えてもらったとか、はい、そういうのも影響があるんですか？はい、大いにあります。シャリは赤酢ですね。そうですね、赤酢と米酢を混ぜて、はい、愛知県の、小ぶりなイワシです。小イワシ、軽く筋目にしてます。うまっ。かすごとの対比がすごい分かりやすくて、ね、結構インパクトある締め方というか、はい、油も乗ってるんで、はい、メリハリは意識してます。このイワシだと塩と酢はそれぞれ今日何分ぐらい？塩20分の、お酢が2分ぐらいです。これはシャリがすごいうまく感じる僕は仕込みだと思いましたね。いやでもこの 1,2 貫食べた瞬間に、このお寿司屋さんは間違いないって今思いました。スミイカ、はい、塩すだち、はい、塩すだちでます。厚みがかなりありますね。煮切りじゃなくて、はい、塩すだちでいってる考え方っていうのはどういうところにありますか？メリハリですね。前のイワシとの、はい、軽く漬けにして、これでちょうど1週間ぐらい。1週間、はい、うわ、なんだこれ、さっくり系、はい、噛んでいくとどんどん官能的になっていくというか、軽く漬けですね。軽く漬けです。はい。でも本当にシンプルで美しい。シンプルイズベストならぬシンプルイズビューティフルですね。ありがとうございます。うまい。シャリがまた全然顔が変わる。この赤身で食べるとシャリが赤シャリ感がある。これ寿司下駄じゃなくて、はい、カウンターにそのまま直置きにするスタイルっていうのは、はい、何か考えがあるんですか？潔さを、人間性も出るというか、性格が出るというか。薄く切って2枚。3枚です。3枚。はい。贅沢。ちょっと赤身寄りの中トロですね。本当でも際のグラデーションのとこですね。小肌の仕入れ仕込みは1週間に1回ぐらい。1週間に1回、そうですね、2回ですね。ちょっともう柔らかい。触った感じが違うんですよね。もうすごくいい状態の小肌だと思います。はい。じゃあその目利きのポイントとしては、はい、皮の柔らかさっていうのは結構大将にとっては1個ポイント。ですね。はい、柔らかい方がいい。柔らかい方がいいと思います。小肌の仕入れは、はい、小物屋さんから買うことが多いですね。その小物屋さんからは、はい、魚でいうと何を買うんですか？小肌以外。もう光り物ですね。光り物、貝類。真っ白ですね。真っ白ですね。それが油ってことですよね。油ってことですね。やっぱりいい小肌はいろんな締め方がお店によってありますけど、簡単なんですよね。確実に美味しくなるというか、いい魚はやっぱり手間がそんなにかからないですね。美しいですね。そうですね。クジャクみたい。うん。小肌のクジャクだ。この表現初めて使いました。はい。これは今塩25分して、水洗いして。水洗いして。こっちは酢洗い用ですね。酢洗いして酢締め。一回酢洗いした方が入りやすいですね。これぐらい、ほんとちょっと通すぐらいで。こっちが本漬け。そうです。はい。これはいわゆる普通のもう米酢ですか？米酢です。うちは米酢でやってます。はい。もう1種類のみ。そうです。もうピュアにお酢だけ。そうです。まずは6分。はい。まずは6分ぐらいでちょっといいと思います。これでちょっと上げて置いとくとまたスッと入っていくんで。
今日のこの天草の小肌は、はい。塩が25分、 25、はい。酢が6分です。 6分。酢ってそんなもんなんですね。浅めですね。2日目、3日目ぐらいを想定して締めてるので、だから浅めにしてます。確かに今日のなんか油乗ってそうですね。はい。 3日目3日目。はい。で、これが、さっき締めた。今日。こう見ると3日目の方が真っ白ですね。そうより白くて、はい、こっちはまだやっぱ赤身のはい。色がここについてる感じが。はい、これ食べ比べさせていただいていいですか、はい、じゃあ。お願いします。はい。うわ、一尾漬けですか。そうですね。はい。イケメンですね。スタイリッシュ。ありがとうございます。もう油の乗りが全然違う。そうですね。この厚みと油、まろやかさがすごいというか、豊満な小肌。塩と酸でいうと塩寄りですね。そうですね。はい。でもやっぱ油とか、このお酢のみずみずしさが残ってるんで、パサパサではない。そうですね。キュッキュッキュッキュしてるわけではないっていう。はい。うわ、美しすぎる。赤みかってる。はい。小肌フォルムオブザイヤートップクラスかもしれないです。ありがとうございます。はい。それぐらい綺麗。今日の当日の方が荒々しさがある。あとはまあちょっと骨のちょっと当たる感じがやっぱりこれが2、3日経ってくるとやっぱ溶けて、そうですねまた感じなくなる。柔らかくなりますね。いや、どっちも美味しい。でも今日の軍配は3日目。しっかり高さがある。ウニの煙突だ。ここでウニ出されちゃうと王道でこの軍艦の感じもすごい美味しかったです。大将の包丁使いまたかっこいいですね。ちょっとリズミカルというか。プリップリトロットロ。めちゃくちゃうまいですね。ありがとうございます。はい。これもなんかシンプルにうまいって感じ。目黒線のそうですね、奥沢駅から徒歩2分ぐらいになります。自由が丘ですと東急、東横線ですね、東横線で、徒歩10分かからないぐらいだと、はい、思います。おつまみからのおまかせと少なめおつまみ、あと握り多めの2コースが夜ですね。あとは、お昼は、握りのみのコースと、少し、おつまみがついた、ショートコースみたいな感じでやらせていただいています。税込みで12,000円のものと9,500円ですね。昼だけでちょっと2部制でやらせていただいてて、11時半から1時半の2回でやらせていただいてます。夜は一斉さでもお好きな時間にしていただいてっていう感じです。電話、あとはテーブルチェック、一休、食べログの、あとは DM ですね。DM でも大丈夫ですね。はい。潔い、まっすぐって感じ。シンプルにうまい。この爪がポタポタ垂れるのがまた糸おかし。穴子自体はでもそんな濃いめじゃなくて爪でちょっと調整してる感じですね。はい。うん、何を入ってるんですか？このエ卵ビと、ほんとエビだけですね。すごい皮目のこのなんかしっかりしてる感じがまたすごい。本当カステラですね。そうですね。はい。カステラを意識してます。三つ葉と海苔めっちゃうまい。この部分がウッディ・ウッドペッカーのなんかみたいな奥沢のユニバーサル・スタジオがここにあった。いや、この鉄火巻きの迫力すごいっすね。うまっ。
お酢は、赤酢と米酢を混ぜてやってます。お米の甘み、旨みと赤酢のコクと、はい、ほんのりこう砂糖の丸い感じというか、だからやっぱり親しみやすいうまさ。そうですね。やっぱトゲトゲしてないし、そんなにツンツンしてないと思います。はい、多分いろんな仕込みをしてたり味がしっかりあるネタにもうまく寄り添ってくれるというか、そうですね。うちはまあなんかネタによってシャリ変えたりしないので、もうこれでもうずっと最初から最後まであるので。大将今日は美味しく楽しい時間ありがとうございました。寿司ひかりさんのこだわってらっしゃるところとか、大切にされているところってどんなところでしょうか？シンプルだけどすごい質のいい魚使ってるなとか、こう抜かりがないなみたいな、さりげなさはこうなんか重きを置いている。それが粋というか、はい。いやー、一通り夜のおつまみと握りのコース食べさせていただいて、はい、感じたことで言うと、おっしゃるとシンプルイズザベスト、はい、シンプルイズザビューティフル、シンプルイズザデリシャス。やっぱまっすぐ、はい、変化球ってまっすぐ勝負、はい、そこがまず一番印象的で、寿司って感じでした。逃げが効かないというか、はい、直球勝負なので、やっぱ素材が良くないと難しいなと思います。そこにやっぱり仕込みとかいろんな裏のお客さんが見えないところでの工夫というか、まっとうなことをされてるっていうのがあるんで、もう仕込みの時点で頭では握ってるっていうか、これぐらいの厚みとかこれぐらいの大きさとかを頭の中では握ってるみたいな、寿司屋さんらしいネタっていうのは、うちはこういう感じの味付けだよみたいなのがやっぱりこう色濃く出るので、うまい江戸前寿司を食べたいっていう寿司好きの方とかグルメな方はすごくハマるお店だと思いますし、本当肩肘張りすぎずに親しみやすい大将さんなので、なんかゆっくり本当に美味しいお寿司を贅沢に食べるっていう体験をさせてくれるお店っていうところで、すごく美味しいし、なんか注目させていただきたいなと思ったので、今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。